おはようございます。ケンです。テスラが2025年第一四半期の決算を発表しました。発表直後の株価はプレマーケットでおよそ 0.6% 上昇し、239ドル台を現在推移しています。市場は一見落ち着いた反応を見せていますが、その背景には何があるのでしょうか。今回の決算では、売上や納車台数の減少といった短期的な課題が見える一方で、AI、自律走行、エネルギー事業といった長期成長の種もはっきりと示されました。今日のこの動画では、決算資料をスライド形式で見ながら数字の変化だけではなく、その裏にある戦略や市場への影響を投資家目線で分析していきたいと思います。これからのテスラ株の行方を考える上で見逃せない内容となっていますので、ぜひ最後までご覧になってください。では、ここからは2025年第一四半期の財務サマリーを見ていきます。まず、売上ですが、総収益は193億ドルとなり、前年同期比で 9% の減少となりました。要因としては、モデル Y の生産ライン切り替えによる納車台数の減少や、車両の平均販売価格の低下、そして為替のマイナス影響が挙げられています。一方で、エネルギー事業やサービス部門は好調で、規制クレジットの収益も増えたことが全体の収益を一定度下支えしました。次に利益面を見ていきましょう。ギャップベースの営業利益は約4億ドルで前年から 66% の大幅減少となりました。営業利益率はわずか 2.1% とかなり低い水準です。これは主に車両の販売価格の下落と納車台数の減少が影響しています。ただし研究開発費の増加は AI やロボティクスといった将来の成長分野への投資によるもので、長期的にはポジティブに働く可能性があります。ノンギャップベースで見てみると、純利益は9億3400万ドルとなっていて、ギャップとの乖離が大きいことがわかります。これは株式報酬やデジタル資産の影響を除いた形で計算されているためです。投資家としてはこのノンギャップベースの数値にも注目しておきたいところと言えると思います。最後にキャッシュの状況ですが、四半期末時点での現金及び投資残高は370億ドルとなり、前四半期から4億ドルの増加となっています。これは7億ドルのフリーキャッシュフローを確保できたということが背景にあります。財務的には依然として非常に安定した状態にあると言えると思います。では続きまして、テスラの中心事業である自動車セグメントについて見ていきます。今回の決算では、新型モデル Y の生産ラインへの切り替えが大きなポイントでした。この切り替えはアメリカ、中国、ドイツなどすべての主要工場で同時に行われました。その影響で数週間にわたり生産が一時的に停止し、納車台数も減少しています。具体的には、総納車台数が33万6681台で、前年同期比で 13% の減少となりました。モデル Y のライン切り替えは、短期的にはマイナスの要因ですが、将来に向けたアップデートとしては非常に重要なステップと言えると思います。次に地域別に見ていきたいと思いますけれども、まずアメリカではテキサス工場が累計40万台の生産を達成し、ロングレンジ仕様のサイバートラックを新たに導入しました。航続距離は362マイルで、インセンティブ適用後の価格は6万3000ドル未満、競争力のある価格帯となっております。また、モデル3とモデル Y はすべてアメリカ国内で製造されたバッテリーを搭載して納車されています。これはインフレ抑制法への適合を意識した動きと見られています。中国では新型モデル Y の発売日に過去最高となる1日あたりの受注数を記録しました。特に競争の激しい APAC 市場でこの数字を出したことは、テスラの価格戦略とコスト構造の優位性を示すものです。上海工場ではわずか6週間で新ラインをフル稼働状態まで持っていったということで、生産体制の強さも改めて証明されています。そしてヨーロッパではベルリン工場が50万台目となる
モデル Y を生産。さらにサウジアラビアで今年中にサイバートラックの納車を開始する予定だと発表されました。これが実現すれば北米以外で初めてのサイバートラック市場となります。また FST 監視付きに関しては中国に続きヨーロッパでも年内に展開予定ということですけれども、現在は規制当局の承認待ちです。こうした内容から自動車業界全体としては短期的な生産減を受けつつも、中長期では新型モデルの展開や新市場への拡大によって再び成長軌道に戻っていく構図が見えてきています。では、ここからはテスラの中核技術について見ていきます。まず注目すべきは自律走行に関する AI の進展です。テスラはカメラのみのビジョンベースのアーキテクチャとエンドツーエンドのニューラルネットワークによるアプローチを採用しています。これにより多様な地域や状況でもスケーラブルかつ安全な自動運転の展開が可能になるとしています。その技術が実際に証明されたのが中国での FSD の導入です。ここでは現地のデータを使わずに運用が始まっていて AI の汎用性が裏付けられました。さらにアメリカではモデル3、モデル Y、そしてサイバートラックが工場から出荷ヤードまで自動運転で移動するというまさに現実的な使い方が始まっています。これは人間の介入なしに行われていて、テスラの自律走行技術がすでに一定の実用段階にあることを示しています。加えて2025年にはオースティンでロボタクシーサイバーキャブのパイロット運用がスタートする予定です。そしてもう一つ注目なのが人型ロボットオプティマスの進展です。すでにフリーモントの工場ではパイロット生産のラインでの組み立てが始まっていて、今後は工場内での実務に投入されていく予定ということです。このように AI とロボティクス分野での展開っていうのはハードウェア中心だったテスラの収益構造をAI、ソフトウェアベースという風な形に大きく進化させようとしていく可能性があると言えると思います。また、車両ソフトウェアに関しても OTA によるアップデートが引き続き進んでいます。最近のアップデートでは、アダプティブヘッドライト機能や交代時に横から来る車両や歩行者を検知して音で知らせる機能などが追加され、安全性とユーザー体験の両面で改善が行われました。中国では納車時の体験を改善するためのインタラクティブなチュートリアルアプリも導入されています。そして最後にバッテリー技術について見ていきます。テスラは IRA 法に準拠した4680セルを正式に採用し、サイバートラックは$7500の税額控除の対象となりました。また、各部品を2カ国以上から調達することで、サプライチェーンのリスクも軽減しています。さらに、リチウム生成施設とカソード生産施設の稼働も2025年に予定されていて、バッテリー素材の国産化が大きく進展する見通しです。このようにテスラのコア技術はすでに実用段階に入りつつあり、AI、自律走行、ロボティクス、そしてバッテリー供給体制において大きな前進が見られる四半期となっております。では次にエネルギー事業とサービス事業について見ていきましょう。まずエネルギー貯蔵の分野では引き続き力強い成長が続いています。パワーウォールとメガパックの需要が高まり、過去12ヶ月間の導入量はさらに拡大しました。四半期ごとの変動はあるものの、長期的には右肩上がりの傾向が続いています。今回の決算ではパワーウォールの出荷が初めて1ギガワットアワーを超えるという新記録を達成しました。これで四半期連続の記録更新となり、家庭向けの蓄電池市場での存在感がますます強まっています。ただし現在も供給が追いつかない状態が続いていて、需要の強さを裏付ける内容となっています。一方、メガパックに関しては、上海のメガファクトリーが今期100機以上を生産しました。実際の出荷数にはまだ反映されていませんが、この工場の稼働が本格化すれば、今後の世界的なエネルギー貯蔵需要に対応できる体制が整うことになります。この工場は年間20ギガワットアワーの生産能力を持ち、将来的には40ギガワットアワーまで拡大可能とされています。しかもサプライチェーンの現地化が進んでいるため、アメリカのコスト構造に依存しない非常に柔軟な供給体制が構築されつつあります。次にサービス部門ですが、こちらも堅実に成
成長しています。サービスとその他の部門での粗利益は前年比で 25% 増加しました。これは保証外のメンテナンスサービスや自己修理サービスの収益が伸びたことが大きな要因です。さらにスーパーチャージャーの拠点は1800以上の新規スタンドが追加され、ネットワーク全体で前年比 17% の成長となっています。充電セッションの合計は4200万回、提供された電力は 1.4 テラワットアワーに達しました。この成長はテスラ以外の EV ユーザーへの開放戦略も走行していると考えられます。まとめますと、エネルギーとサービスの領域では収益の多様化と継続的な成長がはっきりと確認できた四半期となっています。では最後に今後の見通しをまとめたアウトルックの内容を見ていきましょう。まず生産台数や成長率についてですが、テスラは明言しています。今後の成長ベースは自律走行技術の進展や工場での生産体制の強化、そして世界的なマクロ経済の動向に左右されるということです。特に変化の激しい貿易政策が自動車とエネルギーの両サプライチェーンに与える影響は大きく、その影響を見極めるために2025年の業績ガイダンスは次の第2四半期に改めて発表される予定です。キャッシュに関しては今のところ非常に安定しています。370億ドルもの現金及び投資資産があり、製品開発や生産設備の拡張、その他のコストにも十分対応できる体制が整っています。不安定な時期でも健全な財務体質を保ちつつ経営を続けていく方針と言っています。次に収益構造についてですが、これまでのようにハードウェアを売って得る利益だけではなく、今後は AI、ソフトウェア、そしてロボタクシーを中心としたフリートビジネスからの収益が伸びていくとしています。これが実現すれば、テスラの利益構造はよりスケーラブルで安定性の高いものへとシフトしていくことになります。そして投資家が最も気になるのは新しい車についてです。テスラはより価格の手頃な新型車の生産を2025年の前半から開始する計画を維持しています。新車は現行モデルと同じ生産ラインで作られる予定で、新旧のプラットフォームをうまく融合させた設計になるとのことです。この方法によって以前想定していたほどのコスト削減は実現しないものの、投資を抑えつつ販売台数を拡大できる戦略的なアプローチだと言えるでしょう。さらに注目したいのがロボタクシーサイバーキャブです。このモデルは全く新しい製造アプローチ、アンボックスド戦略で開発が進められていて、2026年の量産開始に向けて計画通り進行中です。このサイバーキャブが成功すれば、テスラは単なる自動車メーカーではなく、ソフトウェアと AI を活用したモビリティ企業へと完全に変貌する可能性があります。はい。ということで、ここまででテスラの2025年の第一四半期の決算っていうのを見てきましたけれども、最後に今回の決算のポイントを投資家目線でまとめていきたいと思います。まず、短期的には、モデル Y の生産ライン切り替えによる納車台数の減少と販売価格の低下が響き、売上利益ともに前年から大きく落ち込みました。特に営業利益率は 2.1% まで下がっていて、テスラとしてはかなり苦しい数字となっています。ただ一方で中長期的にはポジティブな要素も多く見られました。AI と自律走行技術はすでに実用段階に入っていて、人型ロボットオプティマスやロボタクシーサイバーキャブの量産計画も予定通り進行中です。これらは今後の利益構造をハードウェアからソフトウェアサービスへと展開させる鍵になってきます。さらにエネルギー事業も好調です。パワーウォールの導入は記録更新を続け、メガパックの量産も着々と進んでいます。ここは今後の収益の柱として注目しておきたいところとなっています。そして投資家として最も注目すべきは2025年のガイダンスが Q2 で再提示されるという点です。今回の決算はあくまで通過点であり、これからの回復と成長に向けての基盤づくりが行われているという見方もできると思います。ということで今回はテスラの Q1 の決算を速報でお届けしました。明日の YouTube ではこれから行われる電話会議での内容をお伝えしたいと思います。引き続きテスラ情報を発信していきますので、
今回のこの動画が参考になったと思われたら、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。